こんにちは。今日はね、血液型について、日本での血液型についてお話ししようと思います。なんか僕少し前のエピソードで、MBTI について話したんですよね。日本で最近 MBTI がめっちゃ人気で、なんか若い人の中では、なんか常識みたいな感じになってるっていうことについて話したんですけど、でもこの MBTI って僕が小学生の時にはなかったんですよ。多分、あったかもしれないですけど、あんまり人気じゃなくて。で、その MBTI の代わりに何が人気だったかっていうと、血液型ですね。血液型占いみたいな。それがめっちゃ人気だったので、今日はその血液型についてお話ししようと思います。まずその血液型占いって何って思ってる人もいると思うので、それについて話しましょうか。日本では、人気な血液型は、A 型、B 型、O 型、AB 型ですね。他にもなんか RH- とかそういう血液型もあるらしいんですけど、日本では、ほとんどいないんで、あまり、なんていう、話題にならない感じですね。で、特に日本では、この4つの血液型の中で、A 型が多いですね。で、その血液型の日本での一般的なイメージっていうのもあるんですけど、まず、A 型が、几帳面とか、なんかきっちりしてるイメージですね。で、B 型が、自由な人とかマイペースな人っていうイメージで、O 型が、社交的でなんかおおらかな人が多い。で、最後に AB 型がなんか変な人とか、ミステリアスな人が多いっていうイメージがあるらしいですね。僕もあんまり知らなかったので、さっきちょっと Google で調べたんですけど、そういうイメージが一般的らしいです。で、その血液型占いっていうのは、この A 型、B 型、O 型、AB 型、この4つの血液型の中で、今日はどの血液型が一番ラッキーかとか、一番ラッキーじゃないかみたいな、うん、占いが朝の学校に行く前とか、仕事に行く前のニュースの番組であるんですよね。今もあるかどうかわからないですけど、僕が小学生の時はめっちゃ人気だったんですよ。それでその血液型占いをそのニュースの番組で見た時に、僕血液型は、A 型なんですけど、その A 型の人は今日めっちゃラッキーです。今日いいことがありますみたいな占いがあって、で、その日は僕なんか一日中ハッピーな気持ちなんですよね。逆にその A 型の人は今日あんまりいいことがありませんみたいな結果の時は、あんまりその一日楽しくなくなるみたいな、そういうこともありましたね。小学生の時はね、僕何も知らなかったですから、血液型占いとかいろいろ信じてたんですけど、今、大人になって、いろいろ勉強したり、いろんなこと調べたりして、全然その血液型占いとか気にしなくなっちゃったんですけど、小学校の時は、結構信じてましたね。で、最近もね、今でも僕の友達の中でも、血液型占い結構信じている人がいるんですよ。その血液型占いだけじゃなくて、例えば僕 A 型だから、僕の友達が流星は A 型やから几帳面やんなみたいな、ことを言うんですよ。で、僕は血液型とか関係あるわけないやんって思うんですけど、それは友達に言わないんですよね。その僕血液型信じてないとか、血液型占い信じてないとか、その友達に言わなくて、で、その友達がなんか僕に期待してることを話すようにしてるんですよ。なんかその友達が流星って、A 型やから几帳面やんなみたいな、ことを聞いてきて、僕はもちろん信じてないんですけど、友達にそんなこと言われたら、そうそうそう、僕几帳面やねん、なんでわかったみたいなことを話しますね。そのなんか、血液型とか関係ないやんって言ってもいいんですけど、なんかそれだとちょっと会話があんまり面白く
ならないかなと思って、ちょっとね、建前みたいなことも時々しますね。とか、なんか他のその僕の友達結構血液型の違いとか信じる人もいるので、そういう人がその AB 型の人はその結構変な人で天才になるタイプが多いらしいよみたいなことを言ったりするんですよ。でその時も僕はもちろんそんなことないやろって思うんですけど、心の中ではねそういうことないやろって思うんですけど、でもその友達には全然知らんかったって言いますね。もちろん、関係にもよるんですけどね、なんかめっちゃ仲が良くて別に本音を言ってもいい友達だったら、そんなん関係ないやんっていうこともありますけど、そういうコミュニケーションするためにとかもっと会話を広げるために僕はそういう返事をすることが多いかもしれませんね。こんな感じで血液型とか血液型占いが、コミュニケーションになることがあるんですよ、日本でね。その血液型以外でもその星座占いとか、十二支占いとかいろいろあるんですよね。その星座、蟹座とか獅子座みたいな、獅子座の人は今日はラッキーですとか、そういう、占いとか、その獅子座の人はこういうタイプの人ですみたいな、そういうことを本当に信じてる人も結構多いような気がするので、コミュニケーションのためになんかこういう血液型のイメージとか知っておくのもいいかもしれないですね。でもその血液型を知らない、自分の血液型を知らない人も結構いるかもしれないですね。その日本では多分ほとんどの人は自分の血液型知ってると思うんですけど、知らない人はね、なんか自分の血液型をちょっと調べてみてそれを知っておいたら、なんか日本人とコミュニケーションしやすくなる場面も出てくるかもしれないですね。そんな感じで今日は、血液型、日本での血液型っていうことについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。